今夜は皆さんご存知のいかりや長介、視聴率 50% を超えた番組を作った、そして何よりドリフターズのリーダー、国民的スターと言っても過言ではない人物。それでは前半を聞いていきましょう。いかりや長介と聞いて多くの人がまず思い浮かべるのはドリフターズだろう。そして8時だよ、全員集合かもしれない。だが彼の人生は最初から笑いの世界だったわけではない。むしろ音楽の世界から始まっていた。1931年東京で生まれる。子供時代は戦争の時代でもあった。世の中は決して豊かではなかった。そんな中で彼は成長していく。やがて音楽へ強い興味を持つようになった。特にジャズに惹かれていった。当時の若者にとってジャズは最先端だった。そして彼はベースを手にする。後の国民的コメディアンはまず一人のミュージシャンとして歩き始めていた。バンド活動へ打ち込んでいき、音楽で生きていこうとしていた。決して楽な時代ではなかった。だが彼は続けた。音楽への情熱があったからだった。やがてさまざまなバンドで経験を積んでいく。演奏だけではなく、人をまとめる力も評価されていた。面倒見がよく、責任感の強い人物だった。一方で非常に厳しい人物でもあった。後にそれがリーダーとしての資質になっていく。そしてドリフターズとの出会いが訪れる。今ではコント集団のイメージが強い。だが当時のドリフターズは音楽グループだった。若い世代には意外かもしれない。もともとは演奏を中心に活動していたのである。いかりやはその中で存在感を増していく。音楽経験も年齢も上だった。そして責任感も強かった。気づけばグループを引っ張る立場になっていた。そしてリーダーとなるが、優しいだけではなかった。練習や礼儀に厳しく、メンバーから怖がられることもあった。加藤茶も後にその厳しさを語っている。高木ブーも中本浩二もそうだった。皆が自由に見えるドリフだったが、裏ではいかりやが引き締めていた。もし彼がいなければドリフはまとまらなかったとも言われている。一方でメンバーを守る立場でもあった。厳しさの裏には責任感があった。だからこそリーダーとして信頼されていく。ドリフターズは徐々に人気を高めていった。音楽だけではなく、コントでも笑いを取るようになっていく。観客の反応は良かった。次第にドリフの方向性も変わり始める。そしてグループの人気は全国へ広がっていった。だが順風満帆だったわけではない。大きな転機も訪れる。当時の人気メンバーだった荒井注の存在だった。荒井注はドリフを支える中心人物の一人だった。だが後にグループを離れることになる。当時は大きな衝撃だった。ドリフは終わるのではないか、そう言われることもあった。だがいかりやは諦めなかった。グループを立て直そうとする。リーダーとしての真価が問われる時だった。そして新しい風を探し始める。その先で一人の若者と出会うことになる。それが志村けんだった。当時はまだ若手で最初から順調だったわけではない。荒井注の公認という重圧は大きかった。視聴者も比較していた。志村自身も苦しんでいたと言われている。辞めたいと思った時期もあったという。そんな志村を鍛えたのがいかりやだった。コントの動きや間の取り方、セリフ回しまで細かく指導した。時には厳しすぎると言われることもあった。だが妥協はしない。ドリフの看板を守るためだった。やがて少しずつ結果が出始める。視聴者も変化に気づき始めた。
そしてドリフは再び勢いを取り戻していく。厳しく叱られながらも志村は後にイカリアを師匠のような存在だったと語っている。二人の関係は単なる先輩後輩ではなかったのかもしれない。やがて全員集合は黄金期へ入る。土曜日の夜8時、多くの家庭がテレビの前に集まり楽しんだ。今の時代では想像しにくいかもしれない。子供から大人まで同じ番組を見ていた。学校では翌週になるとドリフの話題で盛り上がり、子供たちは真似をして遊んでいた。人気が大きくなる一方で PTA から批判を受けることもあった。それほど全員集合の影響力は大きかった。だがイカリアは手を抜かなかった。リハーサルには厳しく、コントの間や立ち位置にも細かく指示を出した。少しでもズレがあればやり直しになることもあったという。笑いは偶然ではなく作るものだと考えていたのかもしれない。だからこそ全員集合は長く愛された。毎週のように巨大なセットも組まれていた。学校や商店街、病院や旅館、さまざまな舞台が登場した。しかも毎週生中継だった。番組の最後には派手に壊れることもあった。それも全員集合の名物だった。視聴者は笑いだけでなくそのスケールにも驚いていた。番組の人気はさらに大きくなっていく。視聴率 40% 超えも珍しくなかった。時には 50% を超えたとも言われている。今では考えられない数字だ。日本のテレビ史に残る記録だった。だが人気が大きくなるほど責任も大きくなる。イカリアは常に先頭に立っていた。メンバーをまとめ、番組を成立させ、スタッフとも向き合った。リーダーとして背負うものは多かった。表では厳しい男だった。だが裏では責任を引き受ける男でもあった。メンバーが失敗しても守った。だから皆ついていった。一方で時代も変わり始めていた。新しい笑いが生まれてくる。若い世代の価値観も変わっていく。テレビの世界も変化していた。そんな中で始まったのが俺たちひょうきん族だった。新しい笑いの波だった。全員集合と比較されるようになる。テレビでは視聴率戦争とも言われた。ドリフは長年王者だった。だが永遠に同じ時代は続かない。イカリアもそれを感じていたのかもしれない。それでも全員集合は走り続けた。そして一度は視聴者を取られたが、また視聴者は全員集合へ戻ってきた。それでも一つの時代が終わりへ向かっていく。全員集合は長い歴史に幕を下ろした。日本中を笑わせた番組だった。子供時代の思い出として残っている人も多いだろう。イカリア長介は単なるコメディアンではなかったように思えます。音楽家として始まり、厳しいリーダーとしてドリフを支え続けました。そして日本中の子供たちを笑わせる存在になりました。ですが彼の人生はここで終わりではありません。この後多くの人が驚く第二の人生が始まります。それでは後半を聞いていきましょう。全員集合が終了した時、多くの人は一つの時代が終わったと感じていた。だがドリフターズそのものが終わったわけではなかった。全員集合の後もドリフ大爆笑は続いていた。正月特番を楽しみにしていた人も多かった。気づけば毎年の恒例行事のようになっていた。子供たちは成長していた。だがドリフは変わらずテレビの中にいた。イカリア長介もまたその中心に立ち続けていた。リーダーとしてドリフを支え続けていたのである。一方でテレビの世界は大きく変わり始めていた。新しい番組、新しい笑い、
新しい世代、時代は少しずつ移り変わっていく。だが碇谷長介はそこで立ち止まらなかった。新しい挑戦を始める俳優だった。若い頃から演技経験はあった。だが本格的に評価され始めたのは後年になってからだった。コメディアン出身の俳優、当時はそう見られることも少なくなかった。だが碇谷の演技には独特の重みがあった。派手ではない、大声を出すわけでもない。だが不思議と目を引いた。長い人生経験がそのまま役に出ていたのかもしれない。やがてドラマ出演も増えていく。視聴者も驚いた。あのドリフの碇谷がこんな演技をするのか。そう感じた人も多かった。転機となった作品の一つが踊る大捜査線だった。碇谷が演じたのは涌平八郎。青島刑事を支えるベテラン刑事だった。主人公ではない。だが多くの視聴者の記憶に残った。怒鳴らない、威張らない、それでも皆が頼りにしていた。若手刑事たちを見守る姿は、本当の上司や先輩を思い出した人も多かったという。派手な活躍よりも人を支える姿が印象に残った。それはどこかドリフを支えてきた碇谷本人にも重なっていた。全員集合を知らない世代にとって碇谷長介は名俳優だった。その世代はドリフのリーダーだったことを知らなかったかもしれない。若い頃に笑いで成功し、年齢を重ねてから演技でも成功する。そんな人生は決して多くない。だが碇谷長介はそれを成し遂げた。一度成功した後も挑戦を続けたのである。一方で仕事の裏では病気とも戦っていた。少しずつ体力は落ちていく。それでも仕事を続けた。最後まで現役だった。2004年、碇谷長介は亡くなった。72歳だった。日本中に衝撃が走った。全員集合を見て育った世代、踊る大捜査線で知った世代、多くの人が別れを惜しんだ。リーダーがいなくなった。多くの人がそう感じた。加藤茶、高木ブー、中本浩二、そして志村けん。長年苦楽を共にした仲間たちだった。だが碇谷が残したものは消えなかった。全員集合は今も語り継がれている。ドリフ大爆笑も再放送され続けている。特番が放送されれば今でも話題になる。世代によって思い出す姿は違うだろう。踊る大捜査線の枠さんを思い出す人もいる。ドリフのリーダーを思い出す人もいる。だがその中心にあったものは変わらなかった。仲間を支え、グループを支え、番組を支え、最後まで責任を背負い続けた。それが碇谷長介という男だった。そして今もダメだこりゃ、次行ってみよう、その言葉を聞けば碇谷長介を思い出す人も多いだろう。碇谷長介は亡くなった。その後に志村けん、中本浩二も亡くなった。それでもドリフターズは消えなかった。今でも特番が放送されれば見てしまう。何度も見た同じコントなのにまた笑ってしまう。子供の頃に見ていた人も後から知った人も、そこには変わらずドリフターズがある。そしてその中心にはいつも碇谷長介がいた。それが碇谷長介という男が作り上げたドリフターズだった。音楽家として始まり、コメディアンとして国民的人気を得て名俳優にもなりました。一人で3つの人生を生きたような人物だったのかもしれません。
私が小学生の時に番組は終わりましたが、私は8時だよ全員集合が一番好きでした。ひょうきん族が流行っても私は全員集合派でした。とてもいい思い出として残っています。それでは次回の主役でお会いしましょう。